カニ殻これ全然発酵も何も砕きもせず買った。冷凍庫入れてあったやつをそのままぼかしの中心におにぎりみたいに真ん中にぼかしの真ん中にカニ殻入れただけやもんで、だって冷凍して固まった状態やもんで。ああ、なるほどね。でぼかしなんですけど、これお正月に食べた。そう、カニの殻をぼかしと一緒に、もっとさらにね何回もやります。この白いのがね、カビ？まあカビっていうか四十菌、放線菌、まあカビやね。いい感じ、すごい。夏にやっぱぼかし、あったかい時期にぼかし作るとどうしても臭い嫌な匂いがね。結局これ骨粉、魚粉、鶏粉が入ったぼかしで、前回土の袋でいろんな実験をしたんですけど、いろんな発酵剤、発酵促進剤いろいろやって、それぞれのぼかしを一つに全部混ぜました。で何やったっけ、カルス NCR とかコーランネオとかいろんなああいうものも全部一緒に一つにしちゃいました。腐葉土をぼかしたやつとか、でさらにリスト菌とか入れて、いろんな、まだあったかい。本当？ここ触ってて。本当や、なんか本当に何っていうのかな、45度ぐらい、50度ぐらいあるかなぐらいやね、これね。そうなんや。すごいね。うわ、ここすごいよ、ここ。これすごいな。うわ、なんか本当なんか、あったまる。まあぼかし作りでは当たり前のことなんやけど、なんか不思議やね。こんな熱が出るなんていうのはね。すごい冷たいってイメージあるんやけどね。面白いね。なんか土が発酵するっていうのはすごいね、なんか面白い。土っていうか米ぬかなんだけど。そうやね。僕の作るぼかしっていうのは米ぬか半分で、残りがもみ殻とかもみ殻くんたんが半分ぐらい。その半分ぐらいの中に骨粉とか鶏粉とかが含まれてます。米ぬかは必ず 50% 以上入れると。でまだカニ殻これ全然発酵も何も砕きもせず買った。冷凍庫入れてあったやつをそのままぼかしの中心におにぎりみたいに真ん中にぼかしの真ん中にカニ殻入れただけやもんで、だって冷凍して固まった状態やもんで。なるほどね。でこれからさらにもうちょっと米ぬか追加するかなと思うんですけど、発酵を何度か繰り返すと。で前回そうやって小分けに作ったぼかしたちはそのさらに米ぬかを追加して再発酵で、前作ったぼかしを必ず入れる。そうやって継ぎ足し継ぎ足しで、なんかそううなぎ屋さんとか蕎麦屋さんとかのタレとかね、だしやない返しとかと一緒で、
ずーっと続いていく。で腐らんのかなってめっちゃ思うよね、秘伝のタレって。腐らんね。ね、不思議。まあ腐っちゃうこともあるけど、もちろんああ、そうだよね。砂糖とかだしとか入れたらもちろん、そうだよね。腐る部類に入るわね。だから腐朽と腐敗と発酵っていうのはもう表裏なんていうかな、そういうものやね。腐敗の方に行っちゃうか発酵に行っちゃうかっていうね。面白いね。まあ一つの見極めが匂いが一番分かりやすいかなとは思うけど、酸っぱい匂いがさっとる。発酵ってどんな感じかな。発酵はね、本当にパンとかケーキとか甘い感じ、お酒とかなるほどなるほど。なんだ洋酒何やったっけ、ブランデーとかああいう甘い香りがするのが発酵かなという認識だけど、実際そんなことはないと思う。その香りだけでは判断できないと思う。というぼかし作りは好気性発酵で、数日に1回ここでお湯を適度なお湯を入れてまたかき混ぜてまた置いといて、発酵熱が収まったらまたかき混ぜてという繰り返しで、結構長いお付き合いをしないと、手間をかけないといけない。で嫌気性発酵っていうのは空気を入れない閉じた状態でしけった状態を続ける、ヨーグルトとかそうやね、あれは乳酸菌嫌気性の。で水分がなくなると活動がストップしちゃう。だからまたお湯を、今寒いから菌が活性化する温度に近づけるためにお湯を使う。40度ぐらいのでかき混ぜておいて、かき混ぜておいて、でまたその都度米ぬかがあればまたそこに追加していく。で米ぬかの米ぬか由来の肥料がどんどん増えていくという感じだから、動物性のものが入ると臭くなる。変なものってあかんけど、はい、そんな感じでぼかし作るのは大変。本格的に畑やるんやったらぼかし作っていられないっていうレベルの作業、手間だから、いつも言ってる畑を丸ごとぼかすと、それが一番理想かなという話です。ちょっとね、畑借りるって話もね、今家族内で今議論中なのでどう進むかはちょっともう少し。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。